こんにちは。リンフォラさんフォラ解説担当のマリサだぜ。進撃の巨人、グレンの弓矢が大好き、レイムよ。本日はファイナルシーズン完結編、前編の放送を経て、新たに浮上したフレッシュな新説について話していくのぜ。OK よ、新説って何なのかしら？聞いて驚くのぜ。グレンの弓矢2番は、アニメ進撃の巨人ファイナルシーズン完結編を模したしていた。これなのぜ。なるほど、なかなか興味深い話題を持ってきてくれたわね。グレンの弓矢とは、一時期進撃の巨人と共に社会現象にもなった。今年でリリース10周年となる、リンクとホライズン、通称リンフォラを代表する曲なんだぜ。私も大好きな曲よ、マリサの考察が楽しみだわ。解説にあたって、アニメ進撃の巨人ファイナルシーズン完結編前編までのネタバレを含むのぜ。アニメにチェック勢は要注意ね。よし、それじゃあ2人で一緒に歌詞を読み解いていくのぜ。行きましょう。それでは2番の歌詞を吟味していくわね。黄昏に火をがつグレンの弓矢の後からでいいのかしら？いや、さらにもうちょっと後からだぜ。グレンの弓矢フルを聞いている人にはわかると思うんだが、途中まではまだまだアニメ初期のエレンっぽさが強いのぜ。なるほどね。それじゃあどのあたりがファイナルシーズン完結編っぽいのかしら？約3分13秒くらいのドイツ語ナレーションのところからなんだぜ。アングリフ・アウフ・ディキターメン、進撃の巨人。あの日の少年はやがて剣を取るだろうからだ。と、なになに、ただ己の無力を嘆くだけのものに、何が変えられるというのか。あの日の少年はやがて黒い剣を手にするだろう。憎悪と憤怒は諸刃の剣だ。間もなく彼は、運命に牙を向く。この部分は非常にシリアスで、エレンの壁外人類への復讐心が現れている。2番の最後にはあの日の少年と書いて、エレンと読ませる箇所もあるし、運命に牙を向く、は歴代の進撃の巨人継承者にも通ずるものがあると思うのぜ。ふむふむ。そして、最後のサビに行くぜ。暗部の想定ただの幻影今は無謀な勇気も、自流の先兵かけの構成。走る奴隷に勝利を。ああ、私も好きな部分だわ。ここはどんな考察をしているの？ここからが一番のエモポイントなのぜ。暗部の想定ただの幻影は、世界中の民衆による、ユミルの民への無責任な迫害。並びにパラディ島を悪意のはけ口にし続けた光栄のエレンからの報いを示しているのぜ。今は無謀な勇気も自流の先兵は、ゲーガー派による、エレンとジークを接触させて始祖の力を発動させようとする各行動のことを示している。なるほど。さらに続いていくぜ。走る奴隷に勝利を、課せられた不条理は進撃の行使だ。ここは、奴隷だった始祖にミルを表している。課せられた不条理とは、2000年続けられている道での奉仕だ。本当だわ、すごい。奪われたその地平、世界を望むエレン。これは壁巨人の地ならしによる虐殺が始まってから、周囲の巨人の上で少年エレンが、壁のない世界を見下ろしている様だ。これが、自由だ。少年エレンは笑顔でそう呟いている。うわぁ？これで最後だぜ。とめどなき衝動に、その身を侵されながら、宵闇に死を運ぶ、冥府の弓矢。壁外人類虐殺を遂行しながら、地ならし巨人で地平線を埋め尽くして、暮れていく宵闇を、さらに暗くしていく周囲の巨人。そんな光景に重ねられているのぜ。そんな気がしてきたわ。というのはちょっと待ってほしいんだぜ。今話したのは、最近また耳にするようになった、グレンの弓矢2番には、最終回付近の伏線が入ってる、説を。私なりにグイグイ喋ってみただけなのぜ。実は、私一押しの考察はもう一つ他にあるのぜ。じゃあ今話した内容は全部嘘ってこと？いや、それもまた否定させてほしいのぜ。今私が話した考察も、グレンの弓矢という楽曲に無限に存在する一つの解釈なのぜ。そう、解釈は、考察は、人によって、時によって、無限に存在していいんだぜ。そうなの？今から、多角的に考えてまあこれが正解かなという説について改めて解説したいと思ってるが、作り手であるリンフォラのレボさんや、原作者の伊佐山先生が意図を完全公開していない以上、正解かなであって、絶対的な正解なんて誰にもわかり得ないのぜ。そっか、勝ち負けとかもないわよね。異なる説と異なる説同士が勝ち合ったところで、誰も否定されてないし、否定しないでほしいのぜ。そうして今や10年も昔の曲、グレンの弓矢をずっと楽しんでもらえているとしたら、一ファンとしてこれ以上嬉しいことはないんだぜ。いろいろ OK、了解よ。私もどっちの説も楽しんでみたいわ。ありがとうなんだぜ。それじゃあ、改めて解説していくのぜ。
それじゃあグレンの弓矢2番について、マリサの2つ目の考察って何なのか教えてちょうだい。こちらの説は、グレンの弓矢のリリース時期と、レボさんのもう一つの活動、サウンドホライズンがキーなのぜ。リリース時期っていつだったかしら。グレンの弓矢が収録された CD のリリースは、2013年7月10日だが、グレンの弓矢テレビサイズ単品だと、アニメ放送とほぼ同時となる2013年4月8日から先行配信がなされている。そこから、同年7月のアニメ進撃の巨人第1期後編自流の翼に変わるまで、オープニングを飾り続けたんだ。つまり、どういうこと？つまり、グレンの弓矢は2013年付近に制作され、それはアニメ1期前編の間使用されるものだと決まっていたということだぜ。確かレボさんは、初めから前後編2曲分のオファーをもらっていたものね。そういうことなんだぜ。アニメ1期の2013年4月というと、原作単行本はちょうど10巻を刊行したくらいだ。原作10巻には39話兵士、40話イミル、41話ヒストリア42話戦士が収録されている。ちょうどラガコ村騒動の後、ウドガルド上での攻防戦が終わり、ベルトルトとライナー二人の正体があらわになるあたりなんだぜ。今見ると、確実にアニメ化の話が来た後にとんでもない事実が明らかになっているのね。そうだな。だが、壁の外、海の向こうなど、1140話を超える物語の全容がさらに明らかになった今から見たら、まだここまでかという思いも感じさせられないか？確かに、あと100話だと思うと、まだまだ全然先があるわね。当然、グレンの弓矢もこの時期より早くにアニメ放映に向けて制作がなされている。レボさんがどんなに進撃ファンであっても、さすがに単行本10巻から、最終巻付近の地ならしの依頼まで展開を読んで、完璧に伏線を張るなんて芸当は、ちょっと現実的ではないんじゃないかなと思うので。そうよね、実際に10巻から最終巻の内容を当てられた人はさすがにいなさそうだわ。もし当てた人やニアミスな人がいたら、コメントちょうだい。米稼ぎで申し訳ないが、ちょっと本当に気になるところなのぜ。でもマリサ、グレンの弓矢を作るとき、レボさんは伊佐山先生と打ち合わせしているんじゃないかしら？その時、先の展開を教えてもらってたってことはない？あ、それはないのぜ。ないの？断言しちゃっていいのかしら？先の話は一切、伊佐山さんから聞いてませんから。僕も一読者として揺さぶられたいので、聞きたくないってのもありますし。2013年7月、自由への進撃、グレンの弓矢及び、自由の翼収録 CD のライブ会場で、発売されたライブパンフレット内の、レボクロス伊佐山はじめロングインタビュー内で語られた、レボさんの言葉なのぜ。じゃあ少なくとも、グレンの弓矢制作時期に進撃本編の先の展開は、本当に聞いてないのね。そうなるのぜ。ちなみに該当のパンフレットはサウンド×リンクとホライズンウェブショップにて今でもオンライン通販が可能なのぜ。伊佐山先生がグレンの弓矢関連動画のためにニコニコ動画をパトロールしていた話や、この時期にこんな後のネタ話していいのか、といった驚きのクロスインタビューが読めるのぜ。超おすすめなのぜ。2013年の資料がまだ手に入るのは嬉しいわね。アルミン役井上まりなさんとのクロスインタビューが載ってる、進撃の季節パンフレットとの間違いに注意だぜ。レボさんが進撃の巨人の先の展開を知らされていなかったのは分かったわ。それじゃあ、どうしてあんなに思わせぶりな歌詞が書けたのかしら？そうだよな。それでは二つ目のキー、サウンドホライズン、通称サンホラについて説明しようと思うぜ。他作品とのコラボ名義リンホラに対し、レボさんのオリジナル物語音楽作品名義であるサンホラ。サンホラはメジャーデビュー期間だけを比べても、リンホラより8年長い歴史を持ってるのぜ。8年も、それは年季が違うわね。ああ、それゆえに、歌詞中にたくさんの文脈がすでに存在した。文脈例えばどんなのかしら？例えば、そうとは言わずとも、共通の僕なんかを使ってアンサーソングを作ったりするアーティストさんがいるだろ？リンホラで言えば、象形と屍の道ラストサビで、歴代のリンホラ進撃主題歌のテーマフレーズが、次々に歌われたりするあれだぜ。あれね、あそこで一気に歴代リンホラ主題歌の記憶が呼び起こされて、なんともエモい気持ちになったりするわよね。そういったエモいなとか、あの曲にこのフレーズ使われてたなといった、それらが文脈だ。早速こちらのサンホラ曲を聴いてほしいのぜ。故郷を追われた子供。
母の悲しみって、進撃の巨人1話にぴったりだし。グレンの弓矢と同じ、少年は復讐に剣を取る。って展開、フレーズが歌われてるじゃない？そうなのぜ。2番には黒き剣というフレーズも出る。今再生しているのは2006年リリースの神々が愛した楽園、ベルアイル。争いと復讐の旋律を、FF10 主題歌素敵だねでも有名なリッキさんが美しく歌い上げている。争いと復讐。少年と黒き剣。進撃の巨人と通ずるテーマがあるのね。そうなのぜ。きっとレボさんもそう思ったのぜ。そうなのかしら。だからこそ、共通のフレーズをあえて入れたんじゃないかなと私は思うのぜ。さて、もう一曲聴いてほしいサンホラ曲があるぜ。女神は戦わぬ者に微笑むことなど決してない。人は皆いつまでも無力な奴隷ではない。これも、戦わなければ、勝てないと言っていたエレンに通じるところがあるわ。そうなんだぜ。これは2008年リリースのサンホラアルバム、ミラから一曲を抜粋したのぜ。ミラとは、ギリシャ語で運命の女神を指すのぜ。だから、戦った者には微笑んでくれる、かもしれないのね。ミラのテーマは自由か、死か。さらにこのアルバムの主人公の名を、エレクという。めっちゃ調査兵団っぽいし、名前なんて、エレンと一時違い。エレクは奴隷市場に売られ、そこから這い上がっていくという出自を持つのぜ。奴隷？もしかして、グレンの弓矢2番は、戦術のようにエレクの物語やワードが使われている文脈があるのぜ。今流した曲がまさに、奴隷軍たちが国に反落せんと奔走している曲なんだ。走る奴隷に勝利を、エレフ由来ってこと？もちろん、引用だけではない、と思うのぜ。こと進撃の、壁内の世界においてはもともと自由とは特別なワードだったよな。1話のエレンも、一生壁の中なんてまるで家畜じゃないか、って言ってただろ？そう、もともと自由とは基本的人権であり、人権とはその人が生まれた瞬間からあって叱るべきものなんだ。自由か、死か、だ。エレンは自分たちにはそれがない、と憤りを感じた。調査兵団を目指して、血の滲む努力をした。サンホラからの文脈引用もしつつ、エレンの闘争を指して、走る奴隷に勝利を、と綴ったんじゃないかなと思うんだぜ。なるほど、1話の血気盛んなエレンの怒りにはそんな深い理由があると考えられるのね。その精神はアニメ進撃最新話まで繋がっていると思うんだぜ。そうよね。どこまでも進撃してしまったもの。ところで勝利を、と言うけれど、この場合与えられる勝利とは何なのかしら？よくぞ聞いてくれたのぜ。グレンの弓矢2番が描いているのは、ズバリ、トロストク奪還作戦。時期も、グレンの弓矢がオープニングを務める期間のジャスト最後、一期前編ラストの、大岩でトロストクの壁の穴を塞ぐエレンを歌っていると思われるのぜ。なんだ、普通に定番の考察じゃない。普通に定番なので、それじゃあ、解説していくぜ。暗部の創生ただの幻影今は無謀な勇気もは、壁の外を目指すという、調査兵団の存在を嘲笑っていた市民や国家兵団。そしてそれをものともせず、人類の進歩を願い戦う調査兵団たちの対比じゃないだろうか。自由の先兵かけの構成走る奴隷に勝利を、課せられた不条理は進撃の行使だ。以上の部分で、まだ壁外という自由を手に入れられていないエレンを奴隷に例えており、突貫的かつ失敗の許されないトロストク奪還作戦の要所を担わされる様。それを見事に達成した様子を歌っていると思われるのぜ。確かにあの時は、突然巨人化したエレンをどう取り扱うか、壁内人類で揉め始めた頃だったものね。奪われたその地平、世界を望むエレン。自由に世界というルビが与えられているのは、先ほど話した内容と被るんだが、人は生まれつき、誰だって自由なはずだとエレンは考えているので。しかしエレンの生まれた壁内世界は壁によってその自由が奪われている。邪魔くさい壁のせいで、地平線すら存在しないんだ。調査兵団に入り、壁のない本当の世界を手に入れようと、この時のエレンは一心に望み、夢見ていたんだぜ。この時は、まだ、ね。歴代進撃継承者の記憶を見てしまった後に海に到達したエレンを思うと、私悲しくなってくるのよね。それは本当に同意なんだぜ。とめどなき衝動にその身を侵されながらは、巨人化後の制御がつかず、わけもわからずミカサを襲ってしまったシーンだと思うので。
そして宵闇に血を運ぶ冥府の弓矢には、戦術したサンコラの文脈が載ってるのぜ。アルバムミラだっけ？そうなのぜ。エレクたち登場人物には神様の顔がついてるんだが、エレクについているのは冥府の王タナトスなのぜ。また、サンコラでは生命の生誕に関わるイメージカラーは晴れた青色。逆に、死にまつわるイメージカラーはくれた紫色なんだ。青と紫？それはどうしてかしら？漢字を音読みしてみればわかるんだぜ。生と死。生死。だから紫色には死という文脈が載るのね。宵闇も黄昏も、夜に差し掛かりつつあるくらい時間だ。大間が時とも言うよな。戦いは加速し、兵士全員が無事ではいられない。トロストク奪還作戦時の、そんな雰囲気の色と時間が歌詞になっているように思うのぜ。以上、グレンの弓矢2番はトロストク奪還作戦を表している説だぜ。説っていうか、普通に定番の考察だったわね。定番ゆえをされる説なんだぜ。それでもいろんな考察や引用元の解説、お疲れ様。最初の方にも話したが、この考察があるからといって、その他の考察。グレンの弓矢2番はファイナルシーズンを表してる説などの否定には決してならない点に留意してほしいのぜ。解釈は自由だものね。それでもやっぱり最初期の楽曲が、最終回付近にも通用するというのは面白い話だぜ。おそらく、1、進撃の巨人が初子貫徹、テーマを大きくブレさせない物語だったから。初期に作られた曲グレンの弓矢のテーマが終盤の進撃巨人本編のテーマとも偶然重なった。2、伊佐山先生の方からグレンの弓矢へ要素を寄せてくれた、例えばシソユミルが逃がした豚など。個人的には異常が濃厚だと思うのぜ。ああ、確かにシソユミルが豚を柵から逃がしていたエピソードはびっくりしたわよね。ちなみに進む石を洗う豚よの歌詞は、グレンの弓矢の歌詞が一度没になってしまった後、伊佐山先生からの、僕はこんな気持ちで進撃を書いています、という負のパワーのこもったメールをレボさんが受け取って、それを歌詞に反映させたものだというエピソードがあるのぜ。あのインパクト強大な B メロ歌詞は二人の打ち合わせから生まれたものだったのね。そういうのもあって、伊佐山先生が要素を寄せてくれた説が私の中では濃厚なのぜ。だからリンホラが張った伏線、とまで言い切られていると、勝手ながら、なんというか、こそばゆい感じなのだぜ。そうとも思える、くらいがいいって感じ？そうなのぜ。個人的には、レボさんにはもっとすごいところがあると思ってるからな。ライブで僕と君たち、どっちが進撃好きか勝負だ、って言ったり。許可は取ってるが、勝手にエレンのお母さんや、ペトラやアニやオール教のイメージソングを作ったり。エレンへの愛を語って語り尽くせないほど歌ってるなんかもう同人誌の前書きみたいな曲もあったりしてな。アルバム進撃の奇跡って言うんだが。同人誌の前書き。わかる人にはわかってほしいのぜ。今日はグレンの弓矢のいろんな考察が聞けて楽しかったわ。霊夢に楽しんでもらえて私も嬉しいのぜ。もし他にも考察をお持ちの方がいたら、ぜひコメント欄に書いてくれるととても嬉しいのぜ。ニホラゆっくり解説チャンネルは、他にも様々なリンホラ、サンホラ解説動画を出しているのぜ。チャンネル登録もお願いするわ。ここまで見てくれてありがとうなのだぜ。それでは、さあ、行こうぜ。